どこに行くの水戸くん。そっちこそどこに行くんだゆめさん。あら、二人とも出かけたんじゃなかったの？これから出かけるところです。あ、もしかして烏丸通りの本屋さん？水戸くんも本好きだって聞いてたから。なら夢と同じ行き先よね。出かけると言ったら本屋さんか図書館くらいだもの。ちょっとお母さん。水戸くん、夢をよろしく頼むわね。はい。それじゃ兄弟仲良くね。いってらっしゃい。なんでうなずいたりしたの？仕方ないだろ、あの流れだったら。どうして私があなたなんかによろしくされないといけないわけ？知るか。僕だって君なんかとよろしくしたくない。そういう受動的なところが嫌いだったのよ。クソオタク。そういう自分勝手なところが嫌いだったんだよ、クソマニア。うまいなこのカレー。よかった。ごちそうさま。はーい。ごちそうさま。二人ともうまくやれてるみたいでよかったよ。ほんとよね。年頃の男女がいきなり同居なんて今時の感覚だと何でもないことなのかもな。いや、父さん心配しすぎちゃったな。いろんな形の家族がある時代だもの。義兄弟だからっていうのはないのよ。はい、どうぞ。分かってる。何が？二人を後悔させるようなことしちゃダメだから。分かっているよ。僕と君との関係は墓場まで持っていく。よろしい。いちいち上から目線だな。いつからそうなったんだ？昔は違ったんだとしたら 100% あなたのせいよね。は？何よ。娘さんが一人暮らしを始めるらしくて、それでん？そろそろ限界なの。何が？私はいつまであなたにユメさんだなんて下の名前で気安く呼ばれ続けなきゃいけないわけ？僕も呼ばれてるんだが、水戸くんって。自分が呼ぶのはまだマシなの。名字が同じだからしょうがないだろう。他にどう呼べと？あるでしょ、ふさわしいのが。どんな？お姉ちゃん。は？私たちは兄弟なんだからお姉ちゃんって呼ぶのが筋ってものでしょ。待て待て待て。君が姉さん？僕の？バカも休み休み言え。逆だろ。僕が兄さんだ、君の。はあ、脳細胞がお休み中の義弟に説明してあげるわ。よーく聞きなさい。この世に生まれたのがより早かった方が姉ないしは兄になる。これが前提その1。そして私はあなたより生まれたのが早い。これが前提その2。よって私が姉になる。これが結論。わかった？僕の記憶が正しければ、僕と君の誕生日は同じ11月3日。ぴったり一致するはずなんだが。ぴったり一致するのは誕生日だけ。誕生時についてはその限りではないんだからね。誕生時？峰明おじさんに聞いて調べはついてるの。私の誕生時は午前11時4分。そしてあなたの誕生時は午前11時34分。30分私の方が早く生まれたの。分かった？古来日本では双子のうち先に生まれた方を弟や妹としていたのだが。私たちは別に双子じゃないわ。それを言ったらそもそも兄弟じゃない。ってちょっと待って、双子って今は先に生まれた方が上じゃなかった？ちっ、
おとなしく騙されとけよ。測ろうとしたわね。とにかく兄は僕だ。はい QED 解散。私が姉よ。あなたの妹とかおぞけが走るわ。こっちだって君の弟になるとかまっぴらごめんだ。いや待て。何よ。このまま睨み合っても拉致が開かない。ここは何かゲームで決めるっていうのが理性的な人間のやり方だろう。言い方は鼻につくけどその通りね。だったらこういうのはどう？私たちはこれから前の関係を隠してそこそこ仲良しの義理の兄弟として暮らしていかなければならない。今のところは大丈夫だけど、そのうちどちらかが義理の兄弟らしからぬ言動をしてしまうかもしれないでしょ。そしたら負けっていうのはどう？義理の兄弟らしからぬ言動をした方が弟や妹低米になるってことか。緊張感が出て前の関係を隠すのにも一役買いそうだな。ちなみにこのルールは父さんやユニさんがいない場所でも適用されるのか？もちろん。ちなみに1回の負けにつき1度だけよ。具体的にどう弟や妹をさせるかはその時々で決める。一発即死じゃあんまり意味がないか。OK、それでいこう。じゃあ今この時点からスタート。勝手に何してる？別に普通でしょ。兄弟なんだから。なるほど。気づいたみたいね。このルールの真なるコンセプトに。兄弟であれば普通のこととみなされる全ての行為は明らかに嫌がらせであっても理由なしに嫌がることはできない。義理の兄弟らしからぬ言動に含まれてしまうからだ。つまりこのルールは嫌がらせの免罪符。この女、そのためにこんなルールを提案したのか。性根が腐ってやがる。まずいぞ。僕の部屋における唯一のパンドラの箱と言えるのはあそこ。あそこには絶対に見つかってはならないものが。どうする？勘弁してくれ。君といがみ合うようなことはもうしたくないんだ。気に食わないなら謝る。視界からも消える。だからさ、こんなことはもうやめにしよう。イリド君。はいアウト。兄弟は名字で呼び合わない。こんなのあなたもアウトでしょ。いがみ合いたくないって至極当然のことだろう。兄弟なんだから。さて、じゃあ最初だしシンプルにいこうか。呼び方を変えろ。どういう風に？好きな風に。お兄ちゃん。まあこれに懲りたら僕にちょっかいかけようなんて思わないことだな。ミステリを読み漁っていると勘違いするかもしれんが、君と僕とではここの出来が違う。昔はそんな意地悪言わなかったのに。はいはい、僕が悪かったです。ごめんなさい。姉さん。そういうこと。すぐできちゃうところが嫌いだったのよ。クソお兄ちゃん。ユミ
れに水戸くんすっごくいいじゃない。ただ同じ高校に。受かってしまっただけならまだしも。二人とももっと近づいて。同じクラス、同じ名字じゃ。他人のふりをするのは。はい、チーズ。さすがに難易度が高すぎる。明日からは別々に登校するからね。当たり前だろ。そんなことより君は友達作りに心血を注いだ方がいいんじゃないか。高校デビュー。誰が高校デビューよ。君がクソマニアなチビだったことを知っているのはこの学校で僕しかいない。高校デビューだろ、そんなもん。ご心配には及ばないのよ、水戸くん。私には必殺の武器があるから。開式の辞。これより私立洛郎高校の入学式を執り行います。かっこよかったよ、イリドさん。全然緊張してなかったね。そんなことないわ。内心かなりガチガチだったの。本当に？続いて新入生代表の言葉、入戸ゆめさん。はい。暖かな春の風に誘われ、桜のつぼみも開き始めた今日の。新入生代表ってことは入試トップだったんだよね。どのくらい勉強したん？大してしてないって言いたいとこだけど、寝ても覚めても勉強ばかりでまだ解放感が抜けないわ。どうして僕よりこの女の方が成績が上なんだ。おれ。お前ら席につけ。オリエンテーションを始めるぞ。入戸。お前さ、どこの中学に通ってたんだ？なぎみ中学ってとこだけど。へえ、ゲームとかすんの？ゲームはあんまり。そっか。なんだ、一緒にやれたらいいな。なんで今度は僕が。じゃあさ、入戸さんと義理の兄弟ってマジ？いきなりあの質問攻めはきつい。しかしあの女、僕たちが義理の兄弟だって吹聴したのか？いずれ知られることとはいえ。入戸さんってさ、めっちゃ可愛いよな。なあ。おいおい、可愛いって眼科に行って目を洗ってもらった方がいいのでは？俺マジで一目惚れ。そんで義理の弟くんの方にへばりついてんの？僕のこと弟って言ってたのか、あの女。兄弟経由ならスムーズじゃん。でもあの弟くんノリが悪いんだよね。お前がうざいんじゃねえの？なるほどね。つまり僕は横島な意図からあの女に近づくための踏み台か。なんだよ。悔しくないの？あなた舐められてるのよ。僕に群がっている連中のことか？私に直接話しかける勇気がないから、一見おとなしそうなあなたを利用しようとしてる。私気に食わないわ、ああいうの。適当に流して付き合わなければいいだけのことだ。でもそれじゃあなたが。僕が？なんでもない。そう。どういうつもりだ？あのさ。何？僕たち別々に登校するって約束だったよな。一体何を考えているんだ？ヘイ、
ミストくんじゃん。今日も仲良く。あら、ごめんなさい。今は私が水戸と話しているから邪魔しないでもらえるかしら。イリドさん、これって二人は兄弟なんだよね。ええ、悪かったわね、ブラコンで。何だったんださっきの。今日お母さんと峰焼おじさん帰るの遅いみたいよ。なら何か作って食べるか。あなた料理できるの？多少はな。ずっと父さんと二人暮らしだったし。君はああ壊滅的だったな。で、何を作るの？冷蔵庫にあるもので何を作るか決める。さて何があるかな。卵に魚は下準備がな。あとは胸肉があるな。鶏胸肉がどうかしたか？いや、別に。ねん？なんだ？え、今日の朝二の腕に押し付けた時の感触は記憶から抹消しておくこと。は？ああ、いや今言われるまで忘れてた。あっそ。ムカつく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 。今言われるまで忘れてた？私のは忘れちゃうくらいの感触だったってこと？どうにかあの男の冷徹な顔を崩す方法は。上がったわよ。ん？やった、予想以上の反応。なんで？ここは私の家なんだから別に普通でしょ。いや一応僕がいるんだし。兄弟がいるから何？もしかして水戸君はただの義理の兄弟をいやらしい目で見てしまう悪い子だったのかしら。赤くなってる赤くなってる。顔を背けてるけど視線を感じる。足を組み替えてみようかしら。見た、完全に見た。わかりやすい。いつもクールぶっているこの男がこうまで平静を失うなんて。やばい、なんかこれ見えちゃうって。あれ、ちょっと待って、こんなの私が誘惑してるみたいじゃない。調子乗った。ちょっとどうせ僕をからかってやろうとか思ったんだろうけど、後悔するってわからなかったのか？普段はおとなしいくせにたまに勢いでとんでもないことするよな君は。今朝の行動もそうだ。みんなの前であんなことをしたら君のせっかくの評判が落ちるだろう。一応あなたは私の家族なんだから。
家族が舐められるのは我慢ならないの。ありがとう。助かったよ。何か反応しろよ。素直にお礼を言ってやったのに。別にパジャマ着てくる。あやい。今日は僕の負けでいい。とりあえず隠れろ。隠れてどこに。とりあえずそこの廊下あたりに置いてありがとここだ。ただいただいまあ、水戸一人か？おかえり。父さん、ユニさん。ユメさんなら先に寝たよ。あ、そうか。そうなの。お土産あったのに。さっきもしお母さんたちが帰ってこなかったら、ようやく楽になれたはずなのに。僕は何をしようとしてた。ようやくちゃんと終わらせたのに。そういうところがそういうところが嫌いなのよ。